皆さんこんにちは、ペリオディスタ小沢です。今回はプレシーズン夏の恒例イベントとなってまいりました。アメリカで4度目の、開催という形でのエルクラシコとなりました。現地8月の3日土曜日19時キックオフ、ニュージャージー州のメットライフスタジアムで行われました。サッカーチャンピオンズツアー2024のエルクラシコ。レアルマドリーとバルセロナの一戦についてお話ししたいと思います。結果は1対2、バルセロナがパウ・ビクトルのドブレーで2ゴールで、今年もアメリカでのエルクラシコを制しました。パウ・ビクトルすごかった。ドブレーテン、オラボエナー。いやーなんといってもこの試合は、パウ・ビクトルですね。アメリカツアー初戦のマンチェスターシティ戦でも、1ゴールを決めましたので、これで2試合で3ゴール。ハンジ・フリック新監督に猛烈アピールで、個人的には、パウ・ビクトルトップチームに定着するんじゃないかなと、そんな予感を抱いていますし、ここまで、できることが多い。そしてここまで点が取れるフォワードということであれば、レバンドフスキが絶対的な9番フォワードではありますけれども、レビーの控えはもちろんですけれども、両サイドできますし、この試合も、右のウィングヘストレーモに入って見事なパフォーマンス、そして2得点でしたので、この夏、ジローナから250万ユーロの移籍金で、完全移籍買い取ったバルセロナ、昨シーズンはバルサ B で、シーズン20得点、リーグ戦でも18ゴールでトップスコアラーと、チームの中ではなりましたので、ここまでの活躍がなければ新シーズンもバルサ B でのプレーが予定されておりましたけれども、ちょっとバルサ B に戻すのがもったいない逸材、そして決定力を兼ね備えたストライカーですので、パウ・ビクトルこれはトップチームに残りそうだなというようなエルクラシコとなりましたし、なんといっても昨年夏のアメリカでのエルクラシコでは、フェルミン・ロペス今パリ五輪で、大活躍中で日本代表まんまとやられましたけれども、フェルミンが、0-3でバルサが勝った試合の2点目左足ゴラストで、猛烈にチャビ監督にアピールをして、ローンで、バルサ B から出ていく予定が急遽トップチームに残りましたし、シーズン通して見事なパフォーマンスを披露しましたので、パウ・ビクトル第2のフェルミンになりそうだなと、そういう予感も抱かせる見事なパフォーマンスとなりました。両チームともにユーロやコパアメリカで準決勝、決勝まで戦った選手はまだ、チームに合流していませんし、アメリカツアーには、合流せずに、アメリカツアーが戻って最終調整のスペイン国内での活動で合流する予定となっておりますので、主力スター選手たちが、不在ではありましたけれども、とはいえマドリーのスタメンなんかはいいメンバー揃ってましたので、まずは両チームのスタメン、それから、どういうメンバーが出たかも含めて、最終的にピッチに残っていた選手も含めて、ピッチ上の22名のメンバーを見ながら、この試合を改めて振り返っていきましょう。はい、両チームともにこのサッカーチャンピオンズツアー2試合目となります。マドリーは AC ミランと戦って 1-0 で敗れました。バルセロナに関してはマンチェスターシティと 2-2 の引き分けからの PK 戦で 4-1 で、見事交代で入ったゴールキーパー、バスク人ゴールキーパーですけれども、アストラララがフィリップスとライトの PK を2本セーブして、見事チームに勝利をもたらしました。そういう中での今日のスタメン注目が集まりましたし、マドリーの方が、まだまだ主力選手戻ってきてないとはいえ、このエルクラシコに向けて、ビニシウス、ロドリゴの、ブラジル代表コンビも、チームに合流して、ビニシウスは後半から出場しましたので、このようなメンバーが先発で出てきました。まずはホーム扱いレアルマドリーから行きましょう。ゴールキーパークルトは、ディフェンスラインミーからルーカス・バスケス、ミリトン・リュディガー、フラン・ガルシアのバック4。ピボテのところは、チュアメニ・カマビンがまだ、チームに合流しておりませんので、カンテラーノ、マドリー・カスティージャのマリオ・マルティンが2試合続けてのフル出場となりました。中盤インテリオールにモドリッチとセバージョス、前線右にギレル、エンドリッキが2試合連続9番のポジション1トップで、先発をしました。左にブライムディアスという並びの4-3-3でした。一方のバルセロナの方が、主力に怪我人も多いですし、まだまだB チーム仕様の、チーム構成とはなっておりますけれども、逆にラマシアの、レベル育成力を示す、やはりこの2試合になっているんじゃないかなと思いますし、このエルクラシコに関しても、カンテラーノたちが躍動しました。ゴールキーパーテアステーゲンが戻ってきました。ディフェンスライン右にアレックス・バジェ。左利き、本職は左サイドバックなんですけれども、なんとこの試合、右サイドバックで出場しながら、見事な左足からのクロスから、2アシストを決めました。彼に関してもトップチームに残れるんじゃないかなというふうには思います。センターバッククリステンセンとイニゴ・マルティネスの、コンビで左にバルデが入ってきました。このプレシーズンの2試合、2試合ともに 4-2-3-1 の、システムで、そこがフリック監督の、フットボール、システムにおいては少し特徴的な
ものかなと思いますけれども、ドブレピボーテダブルボランチに、2人のマルク・ベルナウと、マルク・カサドの2人、非常に良かったですね、この試合に関しても。トップ下にジローナからレンタルバックで戻ってきましたパブロ・トーレが入り、右にパウ・ビクトル、左にウナイ・エルナンデス、レバンドスキーのワントップというような並びでした。試合に関しては、試合開始早々12分に、雷雨のため、一時的に試合が中断して、1時間半近く中断がありましたので、仕切り直して12分から、本格的に始まり、そしてハーフタイム5分しかなかったので、両チームの選手がロッカールームに戻らずに、すぐに後半が始まるというね、珍しいプレシーズンマッチにはなりました。はい、前半に関して言うと、マドリーが多少、ボールを握る時間が多いかなと、結果的に試合を通してのボール保持率も51対49%に、多少マドリーの方が上回っていましたし、あとはやはりマドリーの方は前線がブライムとギュレルでしたから、彼らが内側に入ったところに両サイドバックを思い切って上げるというようなビルドアップ、保持の形でしたので、それによって、バルサも4-4-2で、パブロトーレもマリオ・マルティンに、ずっとついているというよりも、レバンドスキーと、横並びで4-4-2で、プレッシングをかけていきましたし、ハイプレス、それからボールをロストした瞬間の即時奪還のところはかなりハンジ・フリック監督が、このプレシーズンの中で強調しているところなのかなというふうに見える、この試合でもありましたし、2試合通して、そういうところ、フレッシュな選手が多い、若手が多いというところもね、フリック監督にはプラスに働いているかと思いますけれども、ネガティブトランジション、そして非保持の反応がいいなというような2試合には見えました。対するマドリーですけれども、2センターバックに多少プレッシングはかかっていましたし、マリオ・マルティンも、さほどね、ビルドアップのところで、ディフェンスラインのところに落ちて、2センターバックを広げるみたいなポジショニングは取らなかったですから、それよりもモドリッチが、自由に動きながらビルドアップのところをピックアップするというような動き、ポジショニングが多かったかなと思います。あとこの試合で特徴的だったのは、初戦の AC ミラン戦直後にアンチェロッティ監督も、ギュレルのインテリオル的な起用のところを言及していたんですけれども、内側に入ってくるのみならず、結構中盤で、モドリッチがね、降りたところにさらにギュレルが入ってくるみたいなポジショニングを取りましたので、そういう時にバスケスが、高い位置を取ったり、内側でね、ヒニゴ・マルティネスと対峙するようなポジションを取って、その時にはギュレルが多少張ってましたけれども、やはり、ギュレルが、フリーロール的にゲームメイクも、そして前線のウィング、裏抜けも一度ありましたし、そういうところを、かなりね、しているという意味では、新シーズンに関してはギュレルの立ち位置序列確実に上がってくるなというふうには思いましたし、そうなると4-3-3で、システムをね、組んで選手をはめ込んでいくときにはロドリゴに代わってギュレルが先発みたいな試合も増えてきそうだなと。ブライムも当然ながら右の方が、やりやすいかと思いますけれども、それぐらい今のギュレルがいいというところはありますので、正直この、プレシーズンの2試合ではクロースが、抜けた、ところの保持のところ、ビルドアップのところどうしていくのかなというところの、課題はまだね、解消しているようには見えませんし、どうするのかなというふうには、疑問が残っていますけれども、ギュレルを中盤に、落として、モドリッチ含めて、うまく保持のところでビルドアップをね、ピックアップしてゲームメイクしていくところは一つ解決策としては、楽しみな解決策だなというふうには見えました。一方のバルセロナですけれども、2試合通して見たときには中盤のこのベルナウ、カサド、パブロトーレの3人のところで、中央で前進が組めたり、中央の三角形のところでパス回しが効きますので、やはり中央からボールを運べるというところは強みだなと思いますから、バルサらしい保持の、局面、得点を奪ったシーンなんかは一度やはり中央で、相手をね、目線とポジショニングを引きつけてサイドに展開していくので、だからこそパウ・ビクトルが中に入ってきた時に、バジェがフリーで、クロスを上げることができるというような、2得点のシーンでしたけれども、そこに至るまでの動線はベルナウ、カサド、パブロ・トーレのところの中盤の中央で作っていたと。そこはフレンキー、ガビ、ペドリと、3人ともに怪我で、シーズン開幕には間に合わないんですけれども、非常にこの、特にドブレピボーテ、ベルナウト、カサドいいなというところを感じる、このエルクラシコではありました。はい、最終的には両チームこのような、メンバー、だいぶ若手が、占める割合が多くなった形で終わりました。マドリーの方の若手で言うと、最終的にコーナーから1得点を決めたのはニコパスでした。そしてジョアン・マルティネス、まだ16歳、間もなく17歳になりますけれども、セルフィオ・ラモス2世と、呼ばれている、風貌も多少ね、長髪ですから似ているというところもありますけれども、2試合通していいパフォーマンスをセンターバックとして披露したんじゃないかなと思いますし、やはり57分にビニシウスが出てきてからは、マドリーはビニシウスから、かなりチャンス、決定機作りましたので、ビニシウスがいる以内で大きく違うなと、やはり、
ビニシウスは、ものが違うというところを示した、試合でもあるかと思います。に対するバルセロナも、全員11名を、変えてきまして、パウ・ビクトルの活躍は嬉しい一方で、やはりビトル・ロケの、今後の去就が少し、騒がしくなるんじゃないかなと。正直、パウ・ビクトルがトップチームに残ることになると、ビトル・ロケ、ハンジ・フリック監督の下でもなかなか出番をもらえなくなると思いますので、移籍に向けていろんな話がされていくのかなというふうに思います。それからバルセロナ、後半から、入ってきた若手、ジェラール・マルティン、ドミンゲスあたりも非常に、ディフェンスに入りながらも安定していましたし、ジュニエントも面白い、ダルビッチも面白いなという形で、やはり、若手で比較すると、マドリーノ・ラ・ファブリカよりも、バルサのラマシアの方が、面白いメンバー揃ってるなと。トップチームですぐに定着して即戦力になりそうだなというようなタレントが多い印象の受けるエルクラシコではありました。そして、この試合から私も、いよいよ、UNEXT さんで、リモート解説スペインからさせていただきました。正直、課題宿題の多い、初回のリモート解説になったかなと思いますので、特に、ライブで中断するまでの開始から冒頭から、前半の12分ぐらいまでは、ちょっと私の自宅スタジオのインターネット環境なのか、パソコンのスペックの問題なのかわかりませんけれども、少し、小原さんからの質問の投げかけに対して、画面音声が2度ほど、止まる場面がありまして、ちょっとうまくやり取りができない場面がありましたので、そこは、視聴者の皆様には、お聞き苦しい点があったと思いますので、この場を借りてお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。ただ、中断明け以降は、ブラウザをちょっと、変えてみまして、それによってだいぶ快適になりましたし、中断以降は一度も、画面がフリーズしたり、小原さん、林良平さんの日本のスタジオのお二方の声が拾えないというね、事象はなかったので、多少盛り返せたかなとは思いますけれども、まだまだ、日本のスタジオにいる時のような活発でスムーズなやり取りはできませんでしたので、そこは、宿題として持ち帰らせてもらって、また解消していきたいと思いますけれども、どうしても、スペインにいる身ですので、リモート解説、業界では、初の試みとなりますので、もちろんうまくいかない、可能性も大きいかなと思っております。当然 UNEXT さんは、有料の、動画配信サービスとなりますので、お金をもらってね、日本語の実況解説をつけている以上、視聴者の皆さんにお聞き苦しい点が、たびたび発生するような、ことであれば、私自身も、リモート解説諦めなければいけないなと思ってますし、その時はスパッと解説を諦めて、違う仕事をね、作るために邁進しようかなと思ってます。そういう覚悟も持って、スペインにやってきましたので、そうなってしまった時には、捨てる神あれば拾う神ありということで、違う仕事のボリュームを上げていこうと思ってますし、実は、この、YouTube チャンネルとは、別で、もうすでに、スペイン語の字幕をつけた、動画チャンネルも開設しております。そして、もう8月に入りましたので、いよいよ、第3週末から、プレミアリーグ、ラリーが開幕します。そして UNEXT は全試合の配信、そしてプレミアリーグに関しては独占での配信が、なされていきますので、皆さん、来週の8月の9日金曜日には UNEXT において新しいサッカーパックが、ローンチ、開始される予定ですので、ぜひ皆さん、加入していただいて、新シーズンプレミアリーグとラリガ、ヨーロッパの2つの、リーグを、楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ワサラプロキシマ。